今回の産業まとめ。日本からの入国は EU 諸国と同等の扱い。韓国に課せられる様々な制限。異議申し立ても通らず。イタリア保健当局によると、日本からの入国は特例として EU 諸国と同様のグリーン証明書を適用するとしています。日本以外には米国、カナダなどが含まれるようです。日本や韓国は感染状況などからグループ D に分類されていますが、日本だけはより規制の少ないグループ C 扱いを受けるということになります。グループ C では COVID-19 グリーン証明書を提示することで様々な制限を免除されるということです。グループ D でも入国は可能ですが、グループ C との違いは72時間以内の PCR 検査または抗原検査の陰性結果証明。入国地域の管轄保健当局への通知、10日間の健康監視、移動手段は自家用車のみ、監視期間終了後の追加検査と、様々な制限があります。韓国メディア聯合ニュースによると、韓国の外交部も同じような扱いになるよう要請したとのことです。記事では、外交部も先月末韓国のコロナ19状況が全世界のどんな国家より安定しているという点を挙げて、グリーンパス対象国に含まれなければならないという意見をイタリア保健当局に伝達した。しかし、今月1日施行対象国家リストはついに変わらなかったと報じています。記事では日本や米国との比較データを示し、韓国への措置が不服であることを示しています。編集所感。今回の概要。外交力の差。今後はどうなる？韓国に対する認識。ここ最近は日本も韓国も似たような感染状況というのは以前お伝えした通り、むしろ韓国は全体としては起伏が少なく低く抑えていると言えるでしょう。米国やカナダは感染状況がどうあれ、ワクチン接種が進んでいることが明確な理由として挙げられるかと思います。しかし日本については韓国と大差なく、数字上での違いはほとんどありません。人口あたりの死者数も統計上は韓国の方がはるかに少ないです。イタリアがどういう基準で日本を特例対象にしたかはわかりません。まあ単純な数値の問題ではないということでしょう。韓国外交部はおそらく数値的なアピールをしたと推測できますが、とりあえず結果は保留ということでしょうね。まあ、一度決定したのにここから突然韓国だけ追加しますとか無理だったのでしょう。どうあれ日本側はイタリアに対して何かしらの働きかけを以前から行っていたのではないかと思います。それが G7 の時にかどうかはわかりませんよ。もっと前から色々やっていたのが結実したのかもしれませんし、五輪が絡んでいるかもしれません。ともかくこれは二国間の関係によるもので、韓国政府が先を見据えた行動を起こしていなかったことが明暗を分けたのだと思います。世界的にデルタ株による感染拡大が続いていますので、今後この特例措置がどうなるかはわかりません。EU 内でも場合によっては規制を強化するかもしれませんし、EU はしないにしても、感染状況によっては日本も排除されかねません。イタリアが前向きな姿勢を取り続け、対象国を拡大していくのであれば韓国もいずれ特例対象となるでしょう。その頃には他のグループ D の国も同様に特例対象になるかもしれませんね。なのでこれでいちいち騒いだりしなくても良いと思いますね。でネイバーのコメント見たら、すごい数だった。今回のことで、韓国の外交がお粗末だという話には直結しないとは思います。むしろ日本が努力したおかげで韓国もこうした抗議行動に出られたわけですね。日本が特例対象でなければ韓国も何もしなかったでしょう。その点は日本への有り余る対抗意識が良い方向に作用したのだと思います。逆に韓国の諸外国への反日的な行動は日本側からしても参考になるかと思います。ああ、一つの国を非難するのにはこういうやり方もあるのね。といった感じで、あの海の名前だとか強制連行問題とか象とか色々やってますよね。その中でどういう予防線を張る必要があるのかも徐々に分かってきたでしょうから、面倒ではありますが、悪いことばかりでもないと思います。そうした考えや防御策を対中外交など他の国に使えたりもするかもしれませんからね。韓国の外交を否定的に捉えればいくらでも言えますが、今回のことに関しては韓国がどうこうというより、日本が賢く立ち回ったということだと思います。具体的な差は何なのか、
その他の旅行関係やビジネス関係のデータ的なものなのか、両国間の歴史的関係なのか、普段からの地道な外交努力なのかはわかりません。とりあえず結果としては大きく分かれたことになりましたが、これを単純に外交力の差で片付けるのもどうなのかなと思います。韓国メディアばかり見ていると、韓国は世界に誇る貿易大国だ、みたいに書き立てていますが、世界はそういう認識はあまりないということ。中国やベトナム、台湾などと同じで、中央政府が強権を振るって抑え込んだんだなくらいの認識だと思います。日本は未だにあんな緩い政策でこの程度なので、不思議としか言えないでしょうね。それか今や政府への集権を普段から嫌がる人が政府がより強力な措置をとって、国民の行動を制限すべきだなんて言っていますね。感染拡大の恐怖で人権への意識が希薄になっているんですかね。まあ別に政府の対策が十分とか褒められるものとは思わないけど、韓国は土日も感染拡大の勢いがとどまらず、規制緩和どころか引き締めを検討しているようです。そりゃそうだろうね。どこの国の政府も、デルタ株による再拡大で、難しい舵取りを迫られることになっていますね。へえ、やっぱりワクチン打ったら旅行できるようになるんだね。打った方がいいかな？海外に行く人はもはや選択肢がないね。旅行もそうだけどビジネス関係者はそうなるね。ゆるりんはどうするの？ワクチン。まだ考え中。別に海外に急いで行く必要ないし。そうなんだ。私も別に海外に行く予定ないしな。ほら、供給が滞ってるとかで、結局いつになるかわからないよね。なんかニュースで言ってたね。急ぎすぎたから大変なことになっちゃったみたいだね。まあ、感染対策にしろワクチン接種にしろ、いろいろあって行政は大変だね。ところでイタリアと日本って仲良しなの？さあ、特別仲が良いとか聞いたことないけど、何なんだろうね。今回のは、誰かが話さないとわからないね。じゃあ韓国とイタリアは日本ほどじゃないってことなのかな？いや、イタリアメディアたまにしか見てないし、イタリア人の知り合いがたくさんいるわけじゃないからわかんないね。よくわかんないってことだね。すごく不思議だよね。ただ、結果として G7 の他の国は全て特例対象ってことなんだよね。じゃあ G7 の間でやりとりがあったってこと？もうそれは想像でしかない。前回韓国もゲストで参加したけど、仲間に入れてもらえなかったのかもね。でもこれはあくまで想像だよ。誰に聞けばわかるの？菅首相かイタリアの保健当局の人じゃない。聞いても答えてくれないだろうけど。G7 にゲストで来てた他の国は入ってないの？他にもいたんでしょ？インド、南アフリカ、オーストラリアね。どれも入ってないよ。だからそういうことなのかもしれないね。そういう風に想像しちゃうね。そうだとしても、だからといって韓国が劣等国だとか、先進国として認められていないとかそういうことではないと思うけどね。でも、いちいち抗議したの、嫌がられなかったかな？事情を知らない奴らめ。ってひょっとしたら思われたかもしれない。想像だけどね。今日は想像だらけだったね。集まれ、白雪姫の、てんこ盛り。一流アイドルのようにすごく可愛い同僚がいたんだ。同僚といっても3年くらい先輩の人。顔も性格もすごく可愛らしい人で大好きだった。へえ、いいな。どれくらい可愛いかっていうとね、その先輩が電車に乗っていた時、前に立っている人が、突然スマホの画面を見せてきたんだって。その画面には、連絡先教えてって書かれてたって。それはちょっと怖い。けどそういうのにも慣れてるのかな？多分ね、なんかそんな風に初対面の人からよくお誘いの声をかけられる人だったよ。羨ましいね。会社で来客の応対をすることもあるんだ。それである日その可愛い先輩が受付にいた時に男性の来客があったの。でもなぜか突然その可愛い先輩が、スーッと去っていって、去り際に近くにいた私に、白雪ちゃん、あとよろしくって言ってどこかに行ってしまったの。ストーカーが来たとか？はてな、と思いながら代わりに受付に行ってその男性のお客さんの対応をしようとしたんだけどね、びっくりしたんだ。何これ？くっさーいって、
受付がすごく臭いの。そして、驚いたのは、どう考えてもこの匂いは、来客じゃなくて、受付のこっち側なの。ピーンと来たんだよね。可愛い先輩がプスーってやっちゃって逃げちゃったんだって。それスカンクじゃん。うん、間違いない。そしてさらに気づいたんだよ。さらに何かあるの？この来客の男性、私がプスーってやっちゃったと思ってるんじゃない？って。ああ、残念ながらそうなるよね。濡れ衣ですっていうわけにもいかなくて、頭の中が真っ白になって、それで不幸なことに私の顔が真っ赤になっちゃったんだよ。顔が真っ赤になったら、間違いなく私だって思われてるよね。そんなに匂ったの？すっごい匂ったよ。間違いなく受付の向こう側まで。それでなんとか対応を終わって、その可愛い先輩のところに文句を言いに行ったんだよ。ちょっとって。そしたら可愛い先輩が可愛らしい顔をして、ああ、白雪ちゃんごめんごめん。トイレ行きたいの我慢してたら、ブスってやっちゃったんだ。あはは、だって。顔真っ赤になっちゃって、間違いなく私だって勘違いされたって文句言ったら、大爆笑された。その後、その話がいつの間にか広まって、いろんな人が代わる代わる笑いをこらえながら、白雪ちゃん大変だったわねって言いに来たよ。誰が広めたの？その可愛い先輩が笑い話として自分で広めたんだよ。ああ、明るい子だったのね。ブス逃げはやめてね。それ私に言う？